皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。タイトルがめっちゃ不穏で申し訳ないです。今日はね、ちょっとライブ 2D の話ではないんですけど、私がね、クリエイター生活を始めてから現在に至るまでの中で、今でもね、ずっと苦しめられていることがあって、注意喚起と言いますか、皆さんにはね、私みたいになってほしくないので、今までね、配信やファンボックス等で喋ったこともあるんですけど、改めてね、動画にしようと思って今喋っています。これね、前から応援してくださってる方は知ってる人も多いと思うんですけど、最近ね、チャンネル登録者も増えて、初めてね、私を見る方も多いと思うんですよね。なんだと思います？私がクリエイター人生で一番後悔していること。それはね、健康をないがしろにしたことです。実はね、冒頭でいつもやってるみたいに手を振らなかったのが伏線だったんですけど、今ね、肩をめちゃくちゃ痛めてるんですよね。だいたい6日前ぐらいから徐々に痛み出して、もう今はね、椅子に座ってるのも辛いくらいなんです、実は。整体とかね、病院も行ってるんですけど、なかなか良くならなくてね、何してても肩甲骨付近がこうズキズキしてしまうんですよ。で、私ライブ 2D ができないのが一番ストレスを感じる体質なんですけど、まあこんな体ではね、ライブ 2D 作業ができるわけもなく、本当にね、ここ数日はメンタルがおかしくて、もう病んでしまって、突然ね、泣き出したりして、だいぶやばいやつでした。本当ね、旦那さんもね、驚かせちゃってめちゃくちゃに申し訳なかったです。さすがにね、ずっとこの状態のまま治らないってことはないと思うので、しばらくね、まあ作業は我慢して休みつつ、でもただね、休むぐらいなら YouTuber としてこの話をネタにしてやろうと思って、これ原稿もね、ちゃんといつも作ってるんですけど、この原稿も寝ながらスマホで原稿を考えました。で、先ほど6日前から徐々に痛み出したとお伝えしたんですけど、実はね、肩がこうやっておかしくなるのは初めてじゃないんですよ。もうね、何年も前に無理をしすぎて健康をないがしろにしたせいで、本当にね、その時数ヶ月全く肩が使い物にならなくなってしまって、でそこからずっとね、こういった肩の不調に悩まされているわけなんです。まあその話を今からしますとね、まあそうね、 4,5 年ぐらい前だったと思うんですけど、その頃ね、私はまだ専門学校をね、卒業したばかりの駆け出しイラストレーターでした。当時はね、イラストレーターとして活動していたんですね。で、来た仕事はいつも全力でやっていたので、自慢ではないですが、クライアントさんからのね、評価はまあ上々で高くて、で継続依頼とかもね、ずっと来ていて、駆け出しではあったんですけど、仕事にはね、常に困らない状況だったんですね。ただ知名度がね、ゼロに近い状態で、本当ツイッターのフォロワーとかもね、100人ぐらいしかいなくて、なので料金がね、本当にとっても安くて、で駆け出しだったからこう料金交渉とかのやり方も知らなくて、でどんなにね、納期の近い仕事でも本当になんとか頑張ってみますってね、全部受けてたので、ちょっとね、良くない言い方をすると、都合のいい緊急依頼駆け込み寺みたいなね、感じになっておりました。で、筆もね、遅い方だったので、ほんと毎度必死でした。腕が痛くても肩が痛くても眠くても、もう筆を止めたら間に合わないので、どんだけね、納期がやばかったかっていうと、他のイラストレーターさんが急病になってしまって、明日納期の依頼があるんですけど、代わりになんとかできませんか、依頼が来たの夕方みたいなねその次の日の納期みたいなのを受けてて、だから余裕を持ったスケジュールもクソもなかったんですよ。自分でもね、さすがにちょっとやばいなとは思ってたんですけど、ほんとね、お給料安かったので、数を受けないと全然収入が上がらないので受けるしかないみたいなね、恐ろしい負のスパイラルに陥っておりました。で、そうやってね、ずっとね、肩に疲労が溜まっていたところに、ある時ね、とあるソーシャルゲームのキービジュアルの依頼が届きました。しかもね、駅前のパネルにもなる予定というね、めちゃくちゃ大きい集合イラストだったんですよ。今までで本当に一番大きな仕事で、お給料的にも、まあなんていうか、実績的にもすごい大きな仕事だったので、喜んで受けたんですけど、まずね、イラストのサイズがやばかったんですよ。どんぐらいやばいかというと、350dpi で縦と横の幅のでかい方が1メートルを超えるサイズです。こうやって言って多分ちょっとピンとね、来ないと思うので、ピクセルに直すと 13,780 ピクセル以上です。で、ここに背景込みで人物10人の集合絵を描きます。レイヤーは分けますPSD ファイルの容量が 10GB を超えるレベルです。
ここまで言ったらね、多分ちょっとでもイラストに詳しい人だったら今の説明で恐ろしさが伝わったと思うんですけど、でこのねバカでかいイラストを一人でねタイトスケジュールで全てこなすのはね本当に無茶だったんですよ。ただでさえ駆け出しなのにね。で今だったらそれは無理ですとか、そんな大きいサイズ必要ですかとかいろいろ交渉できたと思うんですけど、昔はね何かクライアントに意見するっていうのが怖くてねできなかったんですね。でそうして重くてねまともに動かないその 10GB のファイルをね動かせる PC なんて昔持ってないです。まともに動かない PC でなんとかね作業進めるんですけど、本当に納期は刻一刻と迫ってきます。とうとうね24時間徹夜ぶっ続けで作業しないと終わらないというねところまで来てしまいました。本当にね腕が鉛のように重くなってもペンタブを握りしめて作業を進めなければなりません。そのうちね本当に今でも感覚を覚えてるんですけど、肩の筋肉がこうプチプチとね切れるような感覚がしたんですよ。痛くて激痛が走って。でもね進めなきゃと、私は大人だから責任を持って終わらせないといけないんだってその時は思ってたので作業はやめませんでした。で最終的にねもう本当に一人じゃ回らなくなってしまって、もう肩が動かなくて、で、仲介業者さんがいたんですけど、そこのアートディレクターさんにもねちょっと手伝ってもらったりして、なんとかねそのイラストはちゃんと納品できたんですよ。でクライアントさんにも満足してもらいました。ですがその時には利き手の腕が全く動かなくなっていました。結局ねそのイラスト自体は完成しましたけど、私はその後数ヶ月は仕事が一切できなくなり、来た依頼もね全部断らざるを得なくなりました。収入もゼロになりました。そしてそんなね肩の不調はこうやってねバーチャル YouTuber デビューしてライブ 2D モデラーとしてね今いろいろやってる今でも続いております。本当にねちょっとでも無理をするとすぐにまたね肩甲骨付近がズキズキと痛み出すんですね。肩こりとは違う針で刺されたような鋭い痛みが走ります。これまでね何件も整形外科とか整骨院とか転々としたんですけど、いつもねレントゲン取って骨に異常はないですねと、ただの肩こりですねと、湿布出しておきますねみたいな感じで診断されて、でもねいくらねそういう筋肉をほぐす薬を飲んだり筋肉に注射したり揉みほぐしたり湿布を貼ったりしてもねいつも根本的な解決にはならなかったんですよ。でそんなね痛みの原因が実は最近になってようやく分かりました。なんとね背骨がずれてました本当にねレントゲンでは異常がわからないぐらいの多分ミリ単位の微細なねズレがずっと数年あって、そのせいでもうその周りにある筋肉がねガチガチに凝り固まっていて、だから本当にその骨をね治さなかったから、いくらね筋肉をほぐしても効果がなかったんですよ。で今はねその骨のズレを本当にこの辺ですね、わかりました、これ骨ずれてますねって本当に5秒ぐらいで見つけてくださった腕のいいね整骨に通院してるので、以前よりはねだいぶ良くなってきてはいるんですけど、それでもね本当に 4,5 年のズレなので、もう形状記憶合金みたいになっててね肩が。だから今みたいに季節の変わり目になると大きく体調を崩してしまったりするんですよ。私のね肩の話はこんな感じです。あんまりねちょっと気分のいい話じゃなくてね申し訳ないんですけど、これが私が体験した一部始終ということで、ここまで聞いてねお分かりだと思うんですけど、このね壊れた肩を生み出したのは紛れもなく私なんです。私は私のせいでこうなりました。今でも思います。あの時依頼を断っていたら、あの時スケジュールやサイズの変更などを交渉でできていたら、そんであの時肩が痛み出した時点で連絡して作業をストップできていたら、肩が痛い夜は今でもねふとそう考えてしまいます。だからクリエイターを目指す皆さんには私のようになってほしくないんですよ。できない仕事はできないと断るのもプロの仕事ですと皆さんにお伝えします。本当にね多分一度断ってしまったらもう依頼が来なくなるかもしれないって不安に思ってしまう方もいると思うんですよ。でも無理に受けて納期をぶっちぎってしまったり、私みたいにね体調を崩して満足な作品を納品できなかった時の方が依頼が来なくなる可能性は高いと思います。いろいろ言い方はありますよ。そのスケジュールでは少し厳しいですがこの納期でしたら可能ですとか、
この金額でしたら可能ですとか、今回の依頼は内容的に難しいですが、こんな感じの依頼ならぜひやってみたいので、ぜひお声掛けください。みたいな感じでね、いくらでも交渉は可能なんですよ。なんならね、今は忙しいですけど、お時間が空いたら、ぜひともやりたいのでまたご連絡させていただきますみたいなね。そんな風にいくらでも交渉は可能です。一番大切なのは自分の体なんですよ。結論。本当にね、極論、お金とか名声は後から稼ぐことができるんですけど、体を壊してしまったら二度と治らなかったり、治るのに莫大な時間がかかったりします。最悪ね、命の危険もあるかもしれません。おそらくね、今私みたいに代わりがいないからってね、なんだかんだ言ってもでも私は今この仕事をやるしかないってね、体をすり減らし続けてる方も多いと思うんですよ。まあね、なんかこう悪い言い方になってしまうかもしれないんですけど、代わりはいます。これね、芸人さんか誰かが以前おっしゃってたことの焼き増しになっちゃうんですけど、スティーブ・ジョブズでさえ亡くなられた後もアップルは続いています。私も iPhone 持ってます。本当にね、どうか責任感の強い人ほどこうなってしまう可能性は多いと思うので、責任を背負いすぎて壊れてしまう前にどうかストップをかける勇気を持ってください。ちゃんとね、連絡をすれば大丈夫です。大切なのはほうれん草です。何かおかしいな、厳しいな、そう思ったらまずはね、相談をしてください。私はね、体を壊したので体の話メインでしたが、これはね、何も体の話だけではなく、心の病でもね、同じ話だと思います。とにかくね、私を反面教師にしてほしいなってことと、私自身もただ痛いで終わってなるものかと思いまして、ネタにしてやろうと思い、この動画を作成しました。今現在の私の動画のスケジュールなんですけど、あとね、一つ動画ストックがあるので、それを1週間後ぐらいに投稿できたらなとは思ってるんですけど、その間はね、しばらくはちょっと動画の作成とかはもしかしたら厳しいかもしれないです。これでもね、だいぶ良くなってるので、もしかしたらね、配信とかはできるかもしれないんですけど、もしね、この方がもっともっと長引いてしまったら、しばらくはね、投稿が空いてしまうことになるので、そこはすごく申し訳ないです。頑張って直しますので、のんびりお待ちいただけましたら幸いです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。乾物ひものでした。バイバーイ。